どうも、おはこんばんちは、えそらです。今回の内容の流れです。ということで、びしょびしょに濡れてみました。その場から動かない水滴と垂れる水滴の2種類で表現しています。パーティクルとメタボールを使って表現したり、濃度の組み方もいろいろ試しましたが、セルルックに似合う濡れ表現難しかったです。そんな中、結構良い表現の濃度が踏めたと思いましたので、今回はそれを紹介していきます。それでは行きましょう。まずはびしょ濡れが似合うポーズをとります。ここは毎度のこと好みでしかないのですが、作業文字ベージに欠かせない工程となっています。濡れを汗と見立てて、はぁはぁ言ってる感じにしてみます。ちなみに今回はシェーダーエディターでの作業が中心になっています。ノードラングラーというアドオンを有効化していますので、たまに出てくるショートカットキーなどは、それがないと反応しないものもありますのでご了承ください。それと、濡れ表現をしたいモデルのマテリアルが、瞳やまつげと共通になっているなど、濡れ表現箇所を指定したい場合は、画像を事前に準備しておきます。まずシェーダーエディターに行き、適当なところにシフト A から画像テクスチャーを追加します。画像名をウエストエリアとし、それをコントロールシフト+左ドラッグして画像を出力します。次にテクスチャーペイントに行き、濡れる箇所を白、濡れない箇所を黒に塗り分けましょう。ベタ塗りで良いので減水タイプは一定が良いと思います。こんな感じに塗れたら画像を保存しましょう。準備も整いましたし、こんな感じのポーズでいこうと思います。では、濡らしたいボディを選択してシェーダーエディターに行きます。すでに基本的な濃度は組まれており、各濃度はこんな感じの内容になっています。リンゴン濃度は以前にアップした動画で解説していますので、よろしければ後ほどご覧ください。基本はこのボディテクスチャーで表現しており、これに濡れ表現の濃度を絡ませていく形になります。ということでまずは動かない水滴から作っていきます。ノイズテクスチャーを追加、コントロール T でマッピングとテクスチャー座標を追加します。カラーランプも追加して、コントロールシフト左ドラッグで一旦出力します。この白い部分が水滴になるように設定しますので、お好みで調整しましょう。マッピングのスケール、ノイズテクスチャーのスケール、粗さ、歪み、カラーマップのカラーポジション。慣れないうちは、まずはこの辺りだけに限定して調整してみても、雰囲気出てくると思います。調整できたらそのカラーランプをシフト D でコピーします。カラーポジションの位置はそのままに、左側をグレー、右側を黒にします。さらにバンプとプリンシプル BSDF を追加して、こんな感じに接続します。プリンシプル BSDF をコントロールシフト左ドラッグで一旦出力します。バンプが強く出過ぎてしまっているので調整します。おそらく距離を 0.01 とか 0.02 とか、かなり小さい値にするとちょうど良くなると思います。調整ができたら、このカラーランプとプリンシブル BSDF のアルファを接続します。もしここでアルファが反応しない場合は、マテリアルタブにあるブレンドモードをアルファブレンドにしましょう。ここで濡れ表現箇所を指定する場合は、画像テクスチャーとベクトル演算を追加します。テクスチャーには事前に準備したウエットエリア画像を指定、こちらは演算タイプを乗算にします。こんな感じに接続したら、次はボディテクスチャーとミックスしていきます。ボディの表現がシェーダーノードにまとまっている場合は、シェーダーミックスノードでミックスすれば良いと思いますが、今回の場合セルルック表現を狙っていることもあり、シェーダーノードではないのでカラーミックスノードでミックスします。これにシェーダーノードを直接接続するとエラーになるので、間にシェーダーの RGB 化を入れます。ボディテクスチャーを A、動かない水滴シェーダーを B、この乗算ノードを係数に接続します。これで水滴を重ねることができたと思いますが、水滴の影が黒く出過ぎてしまっています。水滴シェーダーの方にもう一つカラーミックスを追加します。B には何も接続せず、白色に設定します。係数を0にすると A が 100%、1にすると B が 100% 反映されるのでお好みで調整します。これで動かない水滴の設定は完成です。次に垂れる水滴を作っていきます。ある程度の濃度は先ほどの動かない水滴と同様のものが使えますので、これだけコピーします。ここの乗算ノードにウエットエリアのテクスチャーを接続し、コントロールシフト左ドラッグで一旦出力します。白い部分が水滴となるように設定しますので、先ほどの要領で今度は細長くなるように調整します。こんな感じに、マッピングのスケールの値を調整するとそれっぽくなると思います。しかし水滴の向きが揃っていない場合があります。
足の水滴の向きが気になるのでこれを修正します。今回の作り方だと水滴の向きは UV の配置向きに依存するようになっています。先ほど調整したマッピングの値次第ですが、今回の場合だと UV に対して縦方向に流れができるようになっています。ということで UV エディターに行きます。UV 配置を見るとやはり足の部分が斜めに配置されていますね。これの配置を変えれば良いのですが、このモデルはすでにボディテクスチャーがあります。なのでこのまま配置を変えてしまうと当然ですがボディテクスチャーもずれてしまいます。ということで水滴の流れ専用の UV マップを作成します。データタブから UV マップのプラスマークで新しい UV マップを追加し、ウェット UV とします。一度シェーダーエディターに戻って UV マップノードを追加します。垂れる水滴の方のマッピングノードと接続して、この項目をウェット UV にします。UV エディターに戻り、ここの項目でウェット UV が選択されているのを確認します。これで水滴の流れ専用の UV マップになりましたので、あとは好きなように配置調整しましょう。UV 配置はこんな感じで良いでしょう。次に垂れ方がまっすぐすぎるので、少し動きをつけます。カラーミックスとガジェットテクスチャーノードを追加して、こんな感じに接続します。かなり歪んだので係数を調整します。極端に寄せるくらいでちょうど良くなると思うので、今回は 0.985 にします。ここで一旦2つの水滴を合成していきます。シェーダー加算ノードを追加して、ここで2つの水滴を合成します。ここのカラーミックスの係数に流れる水滴の方の情報も追加します。数式ノードを追加して項目は加算のまま、両方の乗算ノードからこんな感じに接続します。ここに数式ノードの乗算を挟めば、この値の制御で濡れ表現のオンオフが切り替えれるようになります。これで管理もしやすいと思います。最後に流れる水滴をアニメーションさせます。アニメーションといっても、水滴は時間経過とともに下に流れていくだけなので簡単です。垂れる水滴のマッピングノードの1の項目にドライバーを設定します。今回の垂れ方向だと Y 位置になるのでカーソルを合わせて右クリック。ドライバーを追加で式をフレームとし、入力詞は必要ないので削除して、依存関係を更新をクリック。これで再生してみると早すぎですね。再度右クリックからドライバーの編集を選択。式にアスタリスク 0.0005 を追加します。ちなみにスラッシュ5万とかでも問題ないです。お好みの速度になるように入力する数値を調整します。これで完成です。セルルックを意識した縫い表現でしたがいかがでしたでしょうか。まだまだ改善の余地はありそうですが、そこそこ形になったんじゃないかなと思います。濡れてるだけで雰囲気結構変わりますから、表現の幅も広がるんじゃないでしょうか。ただ、今回のはあくまでマテリアル表面上での表現なので、水滴が体から離れて落ちたり、水しぶきのような表現は含まれておりません。そういった表現はパーティクルなどの別の方法で出す形になりそうですね。また、水滴の流れが UV 配置に依存する方法なので、モデルが動き回ったりして流れ方向が常に一定だと違和感があるとか、こういった弱点もあるのでまだまだ勉強が必要そうです。今回の動画はいかがだったでしょうか。少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。